今回は新しく飼育巣を必要としているコロニーのために新しい飼育巣を作成していきたいと思っています。今回使っていくのはこちらの蓋付きのプラスチックシャーレ。直径約9センチ、厚さが約 1.5 センチととてもちょうど良いサイズで、アリの飼育巣にぴったりではないかということで今回使ってみることにしました。もう一つの材料がこちらのアクリルパイプ。直径が 10mm、内径が 8mm となっていて、我が家でよく使う、同じサイズのビニールチューブがあるんですが、今回はビニールチューブではなく、こちらの硬いアクリルパイプを、使ってみることにしました。この、アクリルパイプと、シャーレを使って今回は飼育巣を作っていきます。では、まずはプラスチックシャーレを加工する工程に入りたいと思うんですけれども、まずはこのプラスチックシャーレの、一部にですね、穴を開けるための目盛りを打っていきます。今回はですね、このプラスチックシャーレを何個か使って縦に重ねるタイプの飼育巣を作ろうと思っています。なので、まずは、プラスチックシャーレの一部にアクリルパイプを通すための穴を開けます。そして同じように加工したプラスチックシャーレをいくつか重ねることで、縦重ねタイプの飼育巣にするという、流れですね。で今回、縦重ねタイプの飼育巣を、作ろうと思った、理由はですね、コロニーが発展してきて、より大きな、飼育巣が必要になった際に、平置き型の、例えば大きな面積を、使うような飼育巣になると、スペースがだんだんと圧迫されてきてしまって、たくさんのコロニーを飼育しようとした時にちょっと窮屈になってしまうので、縦重ねタイプであれば、あまり面積を取らずに、小スペースを実現できるのではないかということで、今回は、縦重ねタイプの飼育巣というものを、採用することにしました。はい、それでは、プラスチックシャーレにアクリルパイプを通すための、穴を開ける目盛りですね、これを打つ作業が終了しました。次に、目盛りを打った点に実際に穴を開けていきます。結構ですね、このプラスチックシャーレが、厚さが薄くて、結構脆いので、電動ではなくて手動のドリルで、穴を開けることにしました。あまり圧をかけすぎると、シャーレが割れてしまうので、ちょっとここはデリケートな、作業です。では、穴を開け終わりました。でこの穴はアクリルパイプを通すための直径約1センチの穴です。それからこちらにも小さな穴を開けました。これはですね、給水をするための穴になる予定です。ではここで次の工程に移る前に、うまくアクリルパイプが通って、組み上がるかどうかを確認しておきたいと思います。プラスチックシャーレを、蓋をした状態でこのようにアクリルパイプに通せるように、なっていて、とりあえず4段ですね、作ってみました。こんな感じで上から順にどんどん重ねれるタイプという感じですね。はい、うまく通りましたね。でアクリルパイプにしたことで、簡単にこのプラスチックシャーレが回せるようになっていて、見たい段をこのように自由にこう回して見れる、状態にしました。こういった構造を、採用することで、小スペースと、それプラス観察のしやすさ、これも両立できるようになったのではないかなと思います。とりあえずアクリルパイプを通すというのはうまくいきましたね。では次の工程に行きたいと思います。次にですね、アリたちの巣部屋となるこのプラスチックシャーレの、床の部分に石膏を敷きたいと思っているんですけれども、このアクリルパイプの穴の部分に石膏が来てしまうと、パイプがうまく回らなくなってしまう、と考えて、石膏を敷く前に、この粘土でですね、穴を塞ぐことにしました。巣部屋となる4つのプラスチックシャーレすべてに同じ作業を行います。これをやっておけば、石膏で穴が埋まることないですね。はい、これで OK です。では、石膏を敷く前にもう一つの作業を挟みたいと思います。
こちらはお弁当などに入れる、醤油入れの容器を、このように薄く切ったものなんですけれども、これをシャーレの石膏巣の、床面部分に貼り付けたいと思います。はい、こんな感じで2つぐらい並べて、裏面はセロテープでもう貼り付ける感じにしちゃおうかなと思います。で、これはですね、最近作った別のタイプの石膏巣で、ワンルームロフト付きタイプのシークスというのを作ったんですけれども、それに、施してある仕組みと同じで、石膏巣の床面の中に湿った部分と、乾燥した部分を両立させようという、仕組みなんですが、この醤油入れは、乾燥した、石膏の部分を作るための、枠になる予定です。こんな感じで、だいたいいい感じでできましたね。では、いよいよ石膏を、敷いていきたいと思います。色をつけて、十分に攪拌した石膏を、このようにケースの中に流し込んでいきます。醤油入れの、小さな部分と、外側の部分が、なるべく交わらないように流してあげるのがポイントです。あと、楊枝が刺さっているのは給水用の穴が埋まらないように、するための処置ですね。はい、では石膏が流し込めたら、あとは石膏が、ムラにならないようにちょっと揺すって、石膏面を均一にしておきます。はい、これで OK ですね。あとは乾くのを待ちたいと思います。では、約1日乾かしました。石膏の色ももう乾燥した色になってますね。では、石膏が乾いたということで、穴の部分に、蓋をしていた粘土を外していきます。石膏は固まっているので、こんな感じで綺麗に取ることができます。でちょうどこの、アクリルパイプを通すための穴が、ちゃんと綺麗に露出できるようになってますね。これであれば、石膏と引っかかってアクリルパイプが回りづらくなるということは防げるのではないでしょうか。はい、これで4つともいい感じですね。出来上がったシャーレ石膏巣に蓋をして、アクリルパイプと、組み上げてみました。こんな感じで、自在に回転ができて、それぞれの、シークスの部分が、クリアに観察できるようになりました。一度アクリルパイプを抜いて、一つ加工を施したいと思います。このアクリルパイプは、アリたちがこのアクリルパイプの中を通って、上下の石膏巣の方へ移動していくための、パイプになるんですけれども、アクリルパイプの中がツルツルなので、アリたちは登れるとは思うんですが、ちょっとこう滑ったりするのを防止するために、パイプの中をヤスリで、削るという、工程を施すことにしました。これはですね、別の愛好家の方がやっていたアイデアで、とてもいいなというふうに思ったので、ちょっと今回そのアイデアを使わせていただきました。ヤスリでこのように傷つけることで、中がちょっとザラザラになるので、アリたちにとっては足場となって、上下を移動するのがより簡単になるのではないかなと思います。はい、できました。これでアリが通りやすい加工ができた感じですね。アクリルパイプに穴を開けました。この穴は、縦に重ねたスベアを、行き来できるようにするための穴です。穴開けは、今回は電熱カッターを使いました。電熱カッターでアクリルの部分を溶かして、穴を開けたという感じですね。では、いざアクリルパイプを、シークスに刺してみたいと思います。こんな感じで、はい、通路の穴の部分がちゃんとシークスの中に収まってますね。はい、これで OK です。あとは2段目、3段目も同じように、シークスとアクリルパイプの穴が、マッチしていたら大丈夫という形ですね。はい、じゃあ2段目、差し込みました。あと3段目、4段目ですね。今回は4段の、ケースになります。はい、差し込みは、はい、うまくいきましたね。あとはアクリルパイプの穴の部分、どうでしょうか。
大丈夫ですね。はい、シークスのところにきちんと穴が、マッチしています。これでですね、今回のシークスの、組み立てに関してはこれで終了です。こんな感じでシークスを旋回することができて、観察のしやすさも、実現できたと思います。はい、いい感じですね。最後に仕上げとして、スベアの蓋の部分をビニールテープで、取れないように留めました。今回は横からアリを観察することはあまり想定していないので、ちょっと雑ですが、これでとりあえずいいかなという感じです。もっと綺麗なやり方はあるんじゃないかとは思います。そして、こんな感じで旋回ができて、各段の、スベアの様子が綺麗に観察できるという感じですね。これもうまく、いきそうです。で、今回は、上下のシークスをつなぐために、アクリルパイプを採用しました。各段には、行きができるような穴が開いています。これによって、アリたちが上下のシークスの間を移動できるという状態を維持しつつ、シークスの旋回というのが、可能になっています。あとはここに実際にアリを入れて、観察のしやすさがどういった感じになるかとか、使ってみた感じというのをまた後で見ていきたいと思います。今回は製作編ということで、回転式縦重ね型シャーレ石膏巣の、製作の様子をお届けしました。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。